明けましておめでとうございます。旅ロボのやっちです。同じく、旅ロボのスクッチです。令和7年、2025年最初のこの動画では、今年の計画とかをお伝えしようと思います。登録者数が100人になったのが、令和6年、2024年の年末だったので、2回連続で深掘り旅ではない動画になります。深掘り旅を期待してた人は、がっかりしてるかもしれない。令和7年、2025年最初の深掘り旅の動画は、本日、1月1日の19時に公開予定です。登録者数100人記念動画を見てくれた方は、どんな動画が公開されるか、なんとなくわかるかもしれません。編集してる動画があるって話をしてたからね。具体的な内容までは触れていませんが、どこに旅行に行った時の動画かは言いましたからね。ちなみに、担当は僕、スクッチです。今年最初の深掘り旅の動画の話はこれくらいにして、令和7年、2025年の計画について話そうと思う。このチャンネルを開設したのは、令和6年、2024年、4月15日。令和7年、2025年1月1日時点で、まだ1年経ってない。最初は、どれくらい撮影に行けるか心配だった。行きたいところはたくさんあるけど、行く時間とお金があるかって問題があった。いろんな制限がなくなったので、本当に時間とお金の問題という感じでしたね。そんな心配がありながらも、皆様のおかげで、なんとか令和7年、2025年を迎えられました。本当に感謝しかありません。ありがとうございます。ありがとうございます。人気的にどうかはわからないけど、一番大事にしてるのが、東海道53次の宿場巡りシリーズ。宿場巡りだけなら、1回の撮影で2カ所以上の宿場を巡ることにしてる。泊まりがけで行くなら、1日2カ所以上。1泊2日なら、1日目と2日目で4カ所以上って感じ。令和6年、2024年は、日本橋から12番目の沼津宿までの動画を公開した。令和7年、2025年は13番目の原宿からで、最低でも月に1本は公開していこうと思ってる。1年で、最低でも12カ所の宿場の動画を公開するということですね。そういうこと。でも、4月から12月の約8ヶ月で12カ所の動画を公開できたから、そのペースを継続できたら、もう少し多くなると思う。令和6年、2024年の撮影事情を考えると、真夏になる前にどれだけ撮影できるかで、公開本数が変わりそうですね。真夏に宿場巡りシリーズの撮影は無理だからね。梅雨入りしても難しいから、5月末くらいまでに、できるだけ多くの宿場を巡りたいと思ってる。前に、府中宿在住の人からコメントをもらったから、できるだけ早く府中宿までは公開したいんだよね。府中宿は、日本橋から何番目の宿場なんですか？府中宿は、19番目だね。駿府城があるところだから、駿府城の動画と一緒に撮影するか迷ってる。宿場巡りシリーズを優先するか、近くでの撮影を優先するかですね。前後の宿場間の移動方法によって、撮影計画を決める感じかな。連続で行った方が楽な場所もあったりしますからね。実際にどんな計画で撮影に行ったかとかは、また記念動画の裏話で話してもいいかもね。そうですね。そういう話に需要があるかわかんないけど。宿場巡りシリーズの計画はこのくらいにして、他の深掘り旅の計画も話しといた方がいいよね。他の深掘り旅の計画としては、補足動画を作ることを考えています。このチャンネルの特徴でもありますが、撮影後の調べ物がかなり多くなっています。後で調べればわかるだろうで、適当にしか見てなかったものとかもあったりするんだよね。動画を作りながら、そういうのが残念だと感じてるので、補足動画としてまた撮影に行くことを考えています。コメントで教えてもらったこともあるから、それも盛り込んだ補足動画も作りたいしね。そうなんですよね。補足動画用にメモ帳を用意しようと思いつつ、1ヶ月以上経ってる気がする。補足動画は、令和6年、2024年の夏の終わりくらいから考えてましたからね。ある動画編集中に、すごく残念なことが発覚したのがきっかけだね。それについては、補足動画か、記念動画の裏話で話そうと思います。補足動画以外の計画だと、まずは東安瀬発祥の地、川越説です。小田原説は動画にしましたが、有力とされる川越説はまだ撮影していません。時の鐘から時の鐘の動画と一緒に撮影する予定でしたが、時間が足りなくて、その日の撮影を断念したという経緯があります。川越は、その撮影で人混みと暑さにうんざりしたから、なかなか行く気になれないんだよね。真冬に行ったら、人は少ないのかな？
どうなんでしょうか？真冬の川越の混雑情報を知ってる方がいましたら、コメントで教えてくれると助かります。川越に行くなら、工務店にある偽時の鐘も行ったりする？コメントで教えてもらった情報ですね。行きたいとは思いますが、それを補足動画にすると、問題が出てきます。どんな問題？目的地になった時の鐘近くにも、補足動画用に撮影したいところがあるんです。別々の動画にするほどのものではないので、まとめたいんですが、そうすると移動の問題が出てきます。また時の鐘から時の鐘をやる感じになるね。そうなんです。撮影だけしておいて、もう一箇所の撮影が終わるまで放置がいいのかな？それしかない気がします。補足動画の完成が数年後という可能性もありますが、また検討しようか。そうですね。東ヤンセ発祥の地、川越説からずれてしまいましたが、小田原説が面白かったので、早めに撮影したいと思っています。大体の情報は調べてあるので、再確認したら、いつでも撮影に行ける状態です。有力候補の川越説は、衝撃的な結末を迎えた小田原説に勝てるか？登録者数百人記念動画でも言いましたが、ある程度予想はついています。でも、小田原説は予想外の結末だったので、川越説でもそうなることを期待しています。別の計画としては、未成線や廃線跡関係です。未成線は、許可を受けてるのに完成してない鉄道路線のことです。途中で工事が打ち切られたものも含めることもあるそうです。ここでは、構想がある、あるいは、あった路線という意味で使います。多摩モノレール箱根ヶ崎延伸の動画も、それに入る感じだね。はい。多摩モノレール箱根ヶ崎延伸の動画に、蒲蒲線に関するコメントがありました。蒲蒲線を少し調べてみましたが、なかなか面白そうでした。そういうのもあって、未成線関係もいいなと思っています。多摩モノレール箱根ヶ崎延伸の動画を作ったので、町田延伸の動画も計画しています。多摩モノレールの構想と、他の未成線を調べたら、さらに面白いことが分かりました。それらをつなぐような動画を作ることも考えています。ただ、ちゃんと調べたわけではないので、繋がらない可能性もありますが、編集しながらちゃんと深掘りしていくことが多いから、事前の調べとは違う展開になることもあるんだよね。事前の調べで勘違いしていたということもありますからね。そうなんだよね。未成線関係はいくつか候補がありますが、廃線跡も面白そうな気がしています。時の鐘から時の鐘で通った廃線跡は面白かったよね。廃線跡は、多摩モノレール箱根ヶ崎延伸でも出てきています。他にも調べれば見つかると思うので、廃線跡を巡る旅もいいかなと考えています。鉄道などは街づくりとも関係しているので、街の発展や衰退と関係づけると楽しめそうです。そういう意味では、道路関係もいいかもね。そうですね。道路だと、古くからの街道との関係も面白そうです。昔の主要な道と、今の主要な道の比較って感じかな？東海道53次の宿場巡りシリーズをやってると、今の主要な道から外れて旧東海道があったりする。そういう道は、他にもたくさんあるんだろうね。知りたいこととか、行ってみたいところは増えてくので、いろんな動画を作っていきたいですね。そうだね。これまで話してきた今年の計画は、まだまだ計画段階って感じのものばかり。決定してるのは、東海道53次の宿場巡りシリーズの続きだけ。前に、全都道府県制覇をやりたいという話もしましたよね。それは絶対にやりたいけど、その都道府県に行ったと判断する基準が決まらないんだよね。全都道府県に共通してるわかりやすい何か。深掘りしがいのある何かというのも大事ですよね。面白い動画にするために、色々考えて計画を立てようと思う。皆様に楽しんでもらえて、僕たちも楽しめる動画が理想的ですからね。考えてるうちに、1年経ってしまうかもしれないけどね。いろんな計画や構想はあるけど、そのほとんどが予定は未定状態です。1年後には、全く考えてなかった動画を作ってる可能性もある。そんな行き当たりばったりな僕たちですが、これからも応援してくれると嬉しいです。ということで、今回の動画はこれで終わり。令和7年、2025年最初の深掘り旅の動画は、本日、1月1日19時に公開予定です。興味がある方は、チャンネル登録してお待ちください。令和7年、2025年が皆さんにとって、いい年でありますように。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。